呼吸分の君のくれた酸素でその心の最新部誰より早く気づかなそこでいいよだって欲しいよロックンロール踊ってあげるよフレーミンダンスここで二人をこした逆流で世界がどう読めけばいいと思うんだよ水流マラック視界は今だ透明のさなか誰かの書いたマップだけじゃいざって時に疑いたくなるのだから一緒に前に行こうたくさん迷った君がたった一つだけ揺らがなかったものは僕の答えかもしれないんださどうか鳴らしてくれたらラッペッポ泳いでいける旋盤そうここで二人をこした逆流が伝説になったと嘘吹いた声を貸すからロックンロール言葉を貸してよロックンロール君のいつかのロックンロール僕の声でもいいのならば歌ってあげるよロックンロール踊ってほしいよスクリーミングダンスここで二人をこした逆流が伝説になったと嘘吹いたこと本当に言うよ水流のロックいや、お疲れ様でした。素晴らしい演奏。ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。いや、改めてその水流のロックを聴かせていただいて、はい、すごいなんだろう、楽曲自体の、素晴らしさっていうのはもちろん完成度というか全体の流れのバランスもすごくよくできてて、なんかごめんなさいね、なんか言い方が失礼になっちゃうかもしれないですけど、そのピアノとドラムでやってはるじゃないですか、はい、けどなんかピアノとドラムだけ聴いてても、そのバンドアレンジみたいなその流れがピアノでこう構成されてるのかなっていうふうに個人的には思って、そのここからベースがちゃんと歌うというか展開するようになってたりとか、で途中のそうだな2番の歌詞もなんかこんな立派に作っていただいて、私自分の曲こんな立派にパネル出たの初めて見ましたよ。もうよかったらね、お家に持ってくるだいぶ大きいですけど大丈夫かな。東海道新幹線さん怒られます。特大荷物どころの騒ぎじゃないみたいな。いや、そうなんですよ。構成もすごくて、なんかそうだ、ちょっと聞こうと思ってたことをメモってたんですよ、わざわざありがとうございます。ちょっといろいろ聞きたいなと思ってて。ありがとうございます。いや、なんか挑戦者の曲が僕、なんか個人的にはすごくエモく刺さって、なんかこうなんだろう、こう何かに挑んでる現在進行形で戦おうとしてる人に、なんかエールを送ってるような感じがしたんですよ、僕は。どういう思いで作られたっていうのはありますか？これは作ったのが2013、4年ぐらいとかですかね。で、自分が、いわゆる社会人というものになる年、大卒での話ですけど、22、3ぐらいの時に、
書いた曲ですけど、でも本当になんかこう理由は何もなく、いわゆるピアノ弾き語りっぽい曲がそれまでは多かったんですよ。ミドルテンポ、スローテンポで、こうお客さんに息を止めてこうじっと聴いてもらう曲が多かったんですけど、もともとは自分バンドがやりたかった人間なんです。なのでこの水流のロックとかでもさっき林さん言ってくださったそのベースラインがここにあってとか、ここから全員で合流してとかっていうのをまさにこう頭の中で考えて、で最終的にはピアノなしのバンド曲にしようかなぐらい考えて作ってたんです。なるほど。じゃあ僕が感じたイメージは合ってたって思うんですよ。もうその通りです。なんかそのバンドの、なんかそのそれぞれのパートが凝縮されてピアノになってるって感じがすごくして、そうですね。まさにそういう最後はバンドの曲になればいいなっていうようなイメージで作ったんですけど、そのピアノ伴奏の曲だけだとやっぱりステージって言ってしまうと地味なんですよ。立たないし、動かないし、そうお客さんがやっぱりいい曲をどれだけ浴びようが飽きは必ず来るんで、その飽きさせないアッパーな曲をここでなんか作んないといけない。っていうところで本当に何も考えずに作ったのがこの水流のロックだったんです。なんで、言ってしまうと結構戦略的というか、そうだからよく作られてる、よくできてるなって思ったんですよ。そのイントロのリフがキャッチーで聴かして、でもちろんメロディックなところもいいですし、そのなんだ2番の終わりの感想が、なんかこういいサビのとメロと歌詞を聞かした後になんか上昇していく感じ、ちょっと変なコード入れてみたりとか、上昇してて半音が入るじゃないですか。入りますね。あそこがバーって本当ですか。あそこがすごくエモくて、なんかその解放された感じがあそこですごく出るから、なんかその僕映像が浮かぶような楽曲がすごく好きで、仕事柄そういうところがあるんですけど、でも普通のポップスでもそういうのが浮かばない曲もあるし、いい曲でも浮かばない曲っていうのはあるんですけど、それがなんで起こるかはちょっと僕自分でも分かんないんですけど、日食さんの曲はなんか映像が MV が勝手に頭に出るんですよ。嬉しいです。なんか歌ってることだったり、もちろんやっぱ楽曲だけじゃなくてこの歌詞がすごく、個性的というか、すごく刺さるところがたくさんあるから、その言葉でイメージがすごく出るんで、僕らちなみに僕はサウンドトラックと言われて、日本でいうと劇版っていうのを作るお仕事をしてるんですけど、日食さんが作られてるような楽曲とは違くて、僕らは発注する人が、お客さんが言い張るんですよね。こういうドラマとかこういうアニメの、こういう曲を作ってくださいっていうのが、お題みたいなのがあるんですよね。音響監督さんとか選曲家って人たちからメインテーマ、ラブロマンスの曲、コミカルとか不穏な時とか事件が起きた時みたいなことをなんか2行ぐらいで大災害が起こった時の破滅的な曲とか、破壊の天使が降りてきて大破壊を行うみたいなことが書いてあって、それを見て楽曲作るから、文字からイメージを作ることがすごく日常的にやってるんで、で普通の文字よりすごく個性的な歌詞を使うらはるなと思って、これはどういうお育ちをされるとこれが出てくるのかなっていうのはすごく知りたくて、なんか本をめっちゃ読んでたとか、なんかこう。本はそんなに読んでなかったんですけど、決まった一冊を何十回読むような子供ではあったんです。わかります。だからその普通の人では気づかない微細なディティールとかにこうビビッとくるというか、でそこをずっとループする。そうですね。なんかその言葉から味がするじゃないですけど、なんかこの言葉めっちゃ美味しいからもう一回食べたい、もう一回食べたい。このフレーズ、このセンテンスすごい好きだからもう一回食べたいって何周もできちゃうような、人間なので、そういうなんていうんですかね、言葉から普通の人って言い方もあれですけど、普通の方が1思い浮かべるんだとしたら、私は20、30ぐらい言ってる人間
っていうところでじゃあ自分が吐く言葉は、はい、それにちゃんとこう値するように自分が吐く言葉も誰かがこう食べた時にもう一回食べたいって思うものじゃないとダメだよっていうふうに自分に言って曲を書いてるとこういうふうになるみたいな感じですかね。いいですね。吐く言葉っていうのがいいですよね。はい、すみません、お下品なちょっとお育ちがお国がね知れてしまいますけれども、いやでも本当にそうですね。林さんが今おっしゃった劇版の作られ方を逆に私は全然知らなかったので、はい、すごい興味はあったんですけど。いやだからもう多分もう同じ音楽という大きいジャンルでは一緒ですけど、はい、もう全然業界も違うし、はい、そのアーティストの方と、はい、僕らは商業作家だと思ってるんで、自分の個性を出すとか、はい、っていうよりかはお客さんが喜んでこういうの、例えば料理屋さんでこういうのが食べたいって言われたらそれをこう自分なりに作るっていうことをやってるだけなんで、だからなんかこっちは創作料理みたいなことになりますよね。それで好きな人が足しげく通うみたいな。だから本当にさっき言ったキャッチーな、歌詞作りだったり、はい、やっぱサビのところの最後のピアノのダーンって、はいはい、あれがめっちゃ僕は刺さって、なんか一番いい最後のサビの一番最後の一行が終わったところにあれがカンって入るじゃないですか、はい、しかも曲のブレイクのところにそれが入るから高音でそれがファーって広がる感じがして、これは多分ライブ映えするっていうところを狙われたのがそこらに賢いに出てるなっていうのをすごく思って、特にあとそこと途中の感想のところもそうですし、はいはい、一番最後の、こういういわゆる盛り上げ系の曲やったらジャ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 って言って終わるのかなって思ったら、はい、結構低音でバカッって切るじゃないですか。そうですね、割と尻切れ論法な感じで。あれがなんかこう居合抜きをされた感じのなるほどドンってって言ってわ気づいたらやられてるってやってる感じがすごくして、嬉しい。いやだから居合抜きっていい言葉ですね。なんか言い方が合ってるのか分かんないですけど、はい、すごく緻密に作り込まれてるけどそれを見せない情熱だったり、エールだったりっていうものがなんかそこかしこにこの僕らのおひれ胸びれは逃げるためだけに生えたわけじゃない。この海をよじって前に行くですか。そうですね。でもこの辺の歌詞は本当に一行目でもある通りなんです、はい、ですけど、流れもしないよ停滞のさなかっていうのは本当にその音楽始めて、6、7年目ぐらいとかになったんですかね、いつになったら次のステージに行けるんですかっていう問いをまず最初に投げなきゃいけないなっていうふうに。なんかこう僕がすごく刺さったのは、はい、昨日ちょっと友人とご飯食べながら話してたことがあって、はいはい、音楽聴いて歌詞聴いて感動する時、人はなぜ感動するのかっていう話をしてて、で例えば恋愛の話とか、例えばミスチルの桜井さんだったり、ビーズの稲葉さんとかいろんな歌詞書かれていろんな恋愛の話を書かれるけれども、でもあれって全部体験したことなのかって言ったら、そういうわけではないじゃないですか。はい、でもいろんな人が体験してるであろうその詳細な歌詞が書いてあると、それを見た人は私のことを言ってるとか、僕のことを言ってる、なんでわかるんだろうって言って共感して涙が流れることがあったよねみたいな話をしてて、それで言うとなんか僕は同じような思いを劇版作家になる前に体験してて、なんでデビューできないんだろう、自分の楽曲が悪いのか、なんかやり方が悪いのか、どうなんだろうって言ってあがいてた頃のことをすごく思い出して、すごくそこでなんかこう共感して感動したんですよ。だからそれで言うとやっぱり日食さんの書かれる歌詞っていうのは共感するところがすごく多くて、でもちょっと
これってどういうことなんだろうって思うところが、はい、間に入ってて、はい、でそれがなんかこう知ろうとしたくなるんですよ、ずっとしかもそれこそ何週も聞いてると、はい、これってどういうことを言おうとしてるんだろうって言って、あれですよ、ラフィングポップですよ。はい、はい、でラフィングポップってなんだろうって言って、しかも、2行目の泳いでいけるようの、はい、あとはその英語で書かれてるじゃないですか。そうですね。ラフィングポップはカタカナなんですよ。はい、これはなぜこんなことが起こってるんだろうと思ってラフィングポップ調べたら、はいはい、日食夏子による造語ですって書いてあって、AI さんそう造語なんだ。でも造語ってことは伝えたいことがあるからない言葉を作ってるってことじゃないですか。それってどういうことなんだろうっていうのがなんか聞いててすごく楽しくて、だからファンの方って多分そういうところとかもあっていろいろ聞いて考察されて、でどんどん好きになっていくのかなっていう、その日食さんがちっちゃい頃に本を何回も読んでたっていうことを、がここで行われてるなってファンの方からすると、で何回も聞いてもっともっと好きになっていくっていうのがなんか作られてるんじゃないかなと思って。そうですね、造語はでも結構やりますね。でもなんでやるかって言われるとやっぱ趣味ですかね。だからその言葉遊びとかがお好きなんですかね。そうですね、単純に別に理由とかはなく。ちなみにこのラフィングポップについて、はい、なんかこういうところでお話しされたことってあるんですか？いやないです。正直触れた方は林さん初めてです。本当ですか？はい、誰も聞いてこなかったのでちょっとそこ聞かれるんだってびっくりしちゃいましたけど。ちなみに、はい、ご本人からこれは説明してよかったりするものですか？もちろんこれはもうそのまんまですね。英訳するとラフ、笑う、大きい声で笑ってる、はいはい、そのもうでかい声で笑いながらポップなことしてやろうじゃないか、あなたが鳴らしてくれたらその音に乗って、もうでかい声で笑いながらラッピングポップしてあげるよっていう気持ちで、本当にそれだけで何も考えずに作った造語で、なるほど、はい、でただ英語表記にしちゃうと、なんかややこしい気がして、なんかこう目で日本人の人がこうパッとキャッチーに捕まえられる言葉だといいんじゃないかなっていうので、わざわざここは、カタカナにして、で次の行は普通にスイムザーバックフロー、これは英語のセンテンスなので、これはそのまんまでいいかなっていうので使い分けたりはしてました。やっぱその日本の人って漢字も使えるし、カタカナも使えるし、ひらがなも使えるし、英語も入れられるし、他の言語をうまく入れてそういうことできるのすごく面白いし、他の国の人だと理解できないけど日本の人だと、なるほどなってこうニヤッとするようなとことか作れるじゃないですか。それってすごく恵まれてるし、ありがたいことですよね。そうですね、言語をこう自在に使えるっていう、なんか自由な国でもありますしね。いや、これのなんかそのあれです、伝説になるさと嘘吹いたっていう一節があるじゃないですか、でもこれが一番最後は伝説になるさと嘘吹いたこと、本当にしようよ、水流のロックっていうの、僕ここがすごく好きで、なんかその物語が動いてるじゃないですか。チャレンジしてでどうなるか分かんないけど進もうよって言って、それをまたさらにやろうとして、この物語が動いてる感じがすごく感じられて、なんかその別の曲でもなんかそれをすごく感じて、なんかその多分すごく皆さん日食さんの曲聴くと勇気もらえて、俺も頑張ろう、私も頑張ろうって思えるような、なんかこう楽曲だったり歌詞だったりっていうのが作られてるなと思ってて、どういう方に向けて作られてるんですか？誰にも向けてないというか、そうですね、共通の感覚としては、この活動を始めた1年目ないし、この活動を始める前の16、17の自分が、活動始めて今17年目なんですけど、17年間ステージに登った時に客席にずっといるっていう感覚なんですよ。それはお客さんとしてじゃなくて監視者として
なんか日食夏子になる前の私がずっとどこの現場にもいて、頼むから変なことすんなよっていうもうそういうふうに本当に見られてる感覚なんですよ。頼むからひよったらステージ降りてねっていう監視者としてずっといるので、その日食夏子になる前の私が呆れないように続けていかねばみたいな感じでやってるんです。なのでそいつを満足させようと思うとこういう歌詞がずっと続いて出てくるっていう感じなので、ある種こう自分を奮い立たせたりとか襟を正したりとかっていうようなところも歌詞に入っているってことですか？だと思いますね。普段ってその、はい、どうやって作られてるんですか？なんかこの素人みたいなことを聞くんですか？そのピアノでやらはるのか、はい、そのもう全然曲によって違いますね。僕らが使ってるようなその DAW と呼ばれるね、ああいうのを使われるのか、はい、そのね小牧さんとなんかこうセッションをされながら作っていくとかなのか。セッションはほぼないですね。そうなんですね。もう完全に自分始まり自分終わりで、水流は何が一番最初だったかな、サビだったかな。サビのフレーズがなんかメロと一緒に歌詞がポンって降りてきて、なんかこれかっこいいから使えそうぐらいの感じでしたし、ログマロープの場合は完全に一番最初のリフ始まりですね。もう一番お金がなかった時代、過去一番安いアパートに住んでた時代に、はい、もう隣の近隣住民と戦争をしながらこんなところで潰れてたまるかという気持ちを叩きつけたのがリフだったりとか。はい、自分がやりたいことを頑張ってるのに近隣住民に文句言われるって一番僕らかわいそうですよね。かわいそうですね。しかも頑張らないとダメな若い時期に。いやそうですよね。職業で難しいなと思います。ごめんなさいと思いながらでもでも俺たちも頑張ってるんです。いやそうなんですよね。はい、そっか結構やっぱ僕ごめんなさいその楽曲を作って歌詞がっていうのがあんまり、歌詞も書くこともあるんですけれども、劇版だと音楽も特化した感じですね。の方が多いんで、その歌詞と一緒にメロディーが降ってくるっていうことの方が多いんですか？名曲になる確率が高いのはそれって感じですね。でもしかもそういうのって早いですよね。早いです、ね、あんまり悩まないですよね。そうです、もう何がやりたいかは一緒に出てきてる場合はすごいもう決まってるんで。悩んで苦労したとかってあんまり関係ないですもんね。いやそうなんですよね、どんだけ悩んでこれぐらい時間かかりましたイコール名曲では全然なくて、そうなんですよね。片手間で作った時の方がいいみたいなことも頑張ったのに子供に美味しいって言われない料理を作った時の気持ち悲しいです頑張ったのになーって思うけど、でも頑張ったと美味しいはイコールじゃないんだなっていうのは普段の曲作りですごく思って、なんか曲作りのみならずって感じですよね。こんなに私たちこの仕事頑張ったのにと素晴らしい仕事になってるかどうかって本当につながらないなっていうのを思いますね。でもやっぱりそうやって自分がいいなと思うリフだったり、いいなって思う歌詞がポンと出てきてっていうのは、なんかその自分の中のフィルターがすごく整った瞬間にさって出てくるなって自分では思ってて、悩むこともあるんですけど、悩んで1日2日寝て、どうしようかなって、子供を迎えに行く自転車乗ってたりとかする時にパーって思い浮かんだりとかっていうことがすごく多くて、日食さんはそのどういう時にアイデアがいわゆる降ってくるっていうことが多いですか？今林さんがおっしゃったお子さんを迎えに行く時の自転車こういうふうにやられましたけど、両手塞がってる時が多いです。一緒だ。ですよね。何かこう調べられない時っていいんですか？僕よくインタビューとかで話してるのは、その自転車か散歩してる時か、シャワー浴びてるとか歯磨きしてるとか、何かをしてるけどこれをしようって考えてない時、別に自転車こいでる時にこう右足をこいで左足をこいでとか歯磨きも右斜め奥をこういう風にとか考えないじゃないですか。でもなんかしてるけど何もしてない時ってなんか脳がニュートラルになってこう降ってきやすいのかなっていうのは思って。すごい思います。
それでいうと私山奥に隠れ家があるんですけど、隠れ家、はい、はい、その山奥にたまに帰って草がボーボーになってるんで電気の機械で草刈りをしなきゃいけないんですよ。釜とかじゃもう追いつかないので。すごい、僕もめっちゃやってますよ。あ、そうなんですか。庭があって、はい、庭の草、めちゃめちゃ生えるじゃないですか。もう夏場は大変ですよね。こんな話をしていいのかな僕ははい、マキタのあれでマキタ一番いいです。マキタの今日一番盛り上がってるブルーのねブルーです、はい、ブルーとグリーンのそうです、あれをガチャッてはいはい、18ボルトだ。あれちょっと6アンペアだ。あれですね、マキタのあれをリンク先を下に出しといてもらったりして、そうですね、この辺とかにこうマキタかっこいいですよね。かっこいいです、使いやすいです。そうバリエーションもあるし。何の話だ。いやそうだ、草刈りのやつ。そう草刈りしてる時結構出てきますね。いやわかる、はい、草刈りだから僕楽譜とか全然書けない人間なんで、はい、この音声メモに汗だくになってる時にこうってあれの曲ダダダンダダダンみたいなんで BPM これぐらいで楽器これ使ってみたいな録音してまたこうガーってやって林家の近隣も結構なんか盛り上がってそうですそう林家のお父さんがまた不思議なことしてるそうなんですよ。外で思いついたりとかされた時どうするんですか？もう家の中一旦入りますね。私も汗だくのまんま機械一旦止めて、で玄関とかにメモ帳置いてあるんで一緒、はい、そこに駆け込んでわーって書いてコードだの歌詞だの書いて、そしたらまたウィーンって始めて何やってんだろうなと思いながら。いやでもそれ一番いいですよね。だから、なんか健全ですよね。そうだからピアノの前でうん言ってるのって一番出が悪いというか、ですね。コード進行を考えたりとか、ちょっとこのコード進行をもうちょっと複雑にしたいなとか、そういうことはあれですけど、大枠だったり世界観だったり、フックになることを作ったりっていうのは、でもそういう時の方が一番出やすいのかな。そうだと思います。大枠はやっぱ遠くから見てないといけない気がするんで、大枠見るのにピアノの前にいるとあんまりはかどんないっていうのがすごい分かりますね。そうなんか森を見れないというか、一本の木を見過ぎちゃう気がしていて、ピアノの前にいる時は一本の木で、森を見る時は草刈り。いやそうそうマキタでマキタでもうG 作は絶対マキタを入れてほしいですねちょっとタイアップ狙っているピアノ弾き語りで電動草刈り機の CM ってあんまり聞いたことないですけどいやーすごいな。今日まさか日食さんとお話ししてマキタが出るとは思えなかったです。本当です。ちょっと共通項が多かったんで嬉しいですそうだな。あと何を話したいかと思ってたんだよな。そう話は戻るんですけど、その水流のロックの時はレコーディングってどういう風にされたんですか？最初にピアノやるんですか？これは同時でしたね。ピアノドラムベース3人が、その1人のドラムが小牧さんだったんですけど、その3人が初めましてでスタジオで会って、じゃあ初めましてだったんですか？へー。初めましてで3人とも知らない人状態の時に集まってスタジオで話をして、じゃあここういう風にしようか、ここは6連入れてみよう、みたいなことをいろいろ揉んで、そこでもう6連にしようとか決まったんですか？そうです。決まったというか、もう私は何も技術的に変えようがなかったんで、もうベースとドラムのお二人にほぼアレンジは任せた状態で、それもいいと思います、それもかっこいいと思いますみたいないろいろアイデアを出してもらって、何テイクか取っていって微調整して、じゃあこれで決めて取るかっていうのが皆さんの耳に届いてる水流のロックって感じ。あれもちろん別部屋で別部屋ですね。せーのでやるってことですよね。そうです。そっか、そういう作り方されてたんだ。でもそれがベースになって今もそんな感じですね。ほぼほぼ分けて取ることもありますけど、やっぱこうみんなで一緒にやると単純に楽しいっていうので、いやそうなんですよ。で、自分だと出ないアイデアが絶対そういう時いただけるじゃないですか。そうですね。それにじゃあそれをこうしてみたりとかできるみたいな、そのキャッチボールが楽曲を良くするなと思って、あれができるのって本当になんかスタジオならではというか、そっか、やっぱりそういう作り方をされてて、こ
こんだけ素晴らしい曲になってるってことですよね。いやでも元はやっぱバンドやりたかった人間だからっていうのは根底にあると思いますね。これで私はもうピアノ弾き語りニストです、ソリストです、みたいな感じだったら全然アプローチは変わっていたと思うので、やっぱりこうバンドやりたかったけどいまだにやれてない、そしていまだになんかやろうとしてる人生の続きっていう形がバンドはでも、今そのやろうとしてるっていうのは、でも今やろうと思えばいくらでもできる競合にいはるわけじゃないですか。いやでも、ピアノじゃないんですよ、やりたいのは。ピアノじゃない楽器でピアノなしバンドがやりたかったんです。ああ、なるほど。なのでそれ以外の楽器何一つ弾けないんで、できないんですけど、水流のロックとかも本当にギターとベースとドラムに全部お願いして、そのメンバーが揃ったらバンド組んで水流のロックやろうで、できなくてまだピアノでやってるぐらいの感覚なので。なるほど。全曲そうですね。じゃあ自分の表現としてピアノを絶対入れたいっていうのがあるわけではないってことですか？最初はそうでしたね。いつかは全部別のパートに変わるっていうつもりで書いてましたけど、でもピアノでなんかちょっと変な伴奏で弾いてるやつがいるっていうのが看板になってからは、もうピアノは外せなくなってしまってっていう感じですかね。なので全然別の世界線では全くピアノ触ってない西岡夏子もいた可能性があるっていう。でもそれはなんか別名義でやったりとか、そういう将来的にはあるじゃないですか。例えば今からですか？そうなんです。どうなんですかね。でも私はやっぱいまだに自分の懐に誰かを入れるのが苦手なまんまで、そこから動けないでいるので、そこが解き放たれたら何か始めるかもしれないですけど。なるほど。でもそういういつかの昔苦手だったものがなんか時間の経過だったり自分の経験だったりっていうのが積み重なってて、ある時からそれが全然苦じゃなくてむしろ楽しくなったりとかって、人生のきっかけであるなっていうのは思ってて、そっか。でもいつかそのピアノなしバンドはすごく聞いてみたいですけどね。本当ですか？組んだらご連絡します。林さんお世話になっております。バンド組みました。ついに。いやつきましてはアレンジのお願いを。すごいもう恐縮しちゃいますね。改めまして今日は西岡夏子さん本当にたくさん楽しいお話を聞かせていただいてありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。いやもうあれですね、もう今日の締めは牧田さんお仕事をお待ちしていますっていう僕たち愛用していますって。そうですね、使わせていただいてますので勝手に楽曲書いて送りつけるかもしれませんので。庭の草を刈ってる時が一番アイデアが出るっていう話が出たんで、いやもう今日は素晴らしいお話をたくさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。